始まる。すべての起こりは石だったのだと。遠い昔、大きな美しき生ける石は七色の輝きにて闇を追い払い、世界を生命で満たし、偉大なる神々を生んだ。光に包まれた幸福な時代が続き、やがて神々は眠りについた。世界の名はヴァナディール。そしていつか祝福されしヴァナディールの地に大いなる災いが満ちようとしていた。何万年の長きにわたり暗黒を退けていた古の封印が破れ、終わりなき悪夢が目覚める。罪なき者の血が大地を流れ、世界は恐怖と悲しみ、絶望に覆われるだろう。だが希望がないわけではない。どんな嵐の夜をも貫き輝く一つの星がある。どんな獣の叫びにも消されず流れる一つの歌がある。そうだ、知恵と勇気と信念を携えた誇り高き者たち。さあ、深き眠りより覚め、今こそ立て。伝説の勇者たち、クリスタルの戦士よ。遠い昔のこと。このヴァナディールの地に神々の末裔たる古代の民が暮らしていました。彼らは天空をかけ、隕石と話し、草木を生み、それは栄えていましたが、ある時ついに神々が眠るという伝説の楽園に自分たちも入ろうと思い立ち、神の扉に至る道を開いてしまいました。それを知った楽園を守る番人は大いに怒り、道を砕き、古代の民の国を海の底へ沈めてしまいました。目覚めて、ヴァナディールの荒廃したありさまを目の当たりにした女神アルタナは大層悲しまれて、ポロポロと涙を5つこぼされました。その5つの涙から新たな5つの生命が生まれました。それが今日の我々の始まりでした。しかしその様子を陰から見ていた女神プロマシアはアルタナの所業を咎め、人に呪いをかけて互いに争うようにしてしまいました。さらには新たな獣人を作ってヴァナディールに解き放ち、人と獣人をもが争うように仕向けたのです。人がもう二度と神の扉を開くなどという大それたことを考えたりしないようにと。しばらくは混沌とした暗黒時代が続き、力に優れた獣人たちが大いに栄えました。また彼らに対抗できる肉体を備えた亜人のダルカ族やミスラ族もその数を増やし、各地で獣人と血で血を洗う果てしなく戦いを繰り広げていました。それはただ混沌とした自然の摂理だけが全てでした。人間の種族の中でも
体の小さかったタルタル諸部族は、争いを嫌い、安住の地を求めて、放浪を続けていましたが、やがて、未知の大陸を発見し、その地を、ウインダス、と名付け、定住するようになりました。旅の終わりから、数十年が過ぎたある日のこと、ウインダスの周囲に点在する、塔の一つに迷い込んだ一人の少女が、典型を受け、魔法という偉大なる力を得得しました。この力は、いつしかタルタル族全員に伝えられて、急速に発達を遂げ、やがて、ウインダスは、全盛期、大魔法時代を迎えることになりました。魔法という力を得たタルタル諸部族は、より同盟を強固にし、ウインダス連邦を成立させると、協力して、現地の獣人、ヤグードを制しました。魔法の偉大な力を独占し、精神的にも団結したタルタル族は、やがて繁栄の絶頂に達しました。しかし、人の口にとは立てられないもの。ある時、他の部族に秘技が漏れてしまうと、瞬く間に他の人間や獣人にも魔法は普及していき、それに比例してタルタル族の絶対的優位は失われていきました。このことを悔いたタルタル族は、以後古くから交流のあるミスラ族を除く他の人間族との交流を断って鎖国的性格を強め、やがて運命的に取り残された時代遅れの国家となっていきました。魔法の普及は多くの人間に幸せと災いをもたらしましたが、中でも最も喜んだのは、その頃旧大陸の北方で歯を唱えていたエルバーン族の国家サンドリア王国でした。チョコボの気丈に優れ、盛況な騎士団を誇る彼らにとって、魔法が脅威でなくなった今、恐れるものは何もありませんでした。サンドリア王国軍は、次々と近隣の獣人の砦や集落を陥落させ、クオン大陸のタルタル族の町を占領し、一時はクオン大陸のほぼ全土を手中にする勢いでした。しかし、溺れる者も久しからず、クオン大陸の南端の辺境に、ヒューム族とガルカ族が築き上げていたバストゥーク共和国は、ヒューム族の優れた情報収集力と経済力で密かに力をつけ、ついには第二次ホンシュタット海戦でサンドリアの誇る精鋭騎士団を散々に打ち破りました。勝因には当時のヒューム族の最新技術だった火器の力も大きかったようです。この敗戦を契機として王国を二分する内戦が勃発し、エルバーン族は次第にその広大な領土を失っていくことになりました。衰退したサンドリア王国に代わって栄えるようになったのがバストゥーク共和国でした。船を自在に操り、バナディール全土で取引するヒューム族の商人は、バストゥーク近郊の鉱山で産する希少鉱石や貴金属製品を商うことで、共和国に空前の経済発展をもたらしました。この仕組みは、後に天才技術者、シドの登場により、ますます加速されることとなりました。また、合理的なヒューム族は、もう一つ、都市国家を築き上げました。それが、ジュノ公国です。二大大陸を結ぶ海峡に浮かぶ、小島の漁村に過ぎなかったジュノ公国は、橋が架けられたことをきっかけとして、一大海運国へと歩み始めていました。未だ、恐怖の代名詞として語られる、闇の王の登場は、唐突でした。
れまで互いにいがみ合っていた各地の獣人たちを武力と恐怖で束ね上げ、人間諸国に対して各地で同時に火の手を挙げたのです。の惨劇が繰り広げられていきました。この危機に対し、ジュノ大公、カムラナートは、その事態においても、互いに反目し合っていた。サンドリア、ウィンダス、マスクークの人間諸国を敵伏せて、アルタナ連合軍を結成し、獣人軍に対して、反撃ののろしを上げました。より血盟軍の主力が集結され、三方からジュノを獣医していた獣人たちはまさしくジュノを陥落寸前まで追い詰めていました。連合軍はこの苦難を乗り越え、ジュノ攻防戦で獣人軍を撤退させることに成功すると
上でご種族の英雄に追い詰められ、バストゥークの戦士フォルカーによって撃たれました。こうしてクリスタル戦争は無数のムクロと荒廃した大地を残して終結したのでした。勝利こそしたものの、戦いに疲弊した各国はそのまま同盟関係を維持することを望み、互いの国に領事館を設置することにしました。やがてジュノ大公国が復活させた古代技術の一つ、空挺が就航すると各国間、各種族間はより身近なものとなり、その未来には大戦前以上の繁栄が約束されているかのようでした。しかし残念ながら平和は長くは続きませんでした。